タイヤを焦がす。その灼熱は51度。アスファルトに光るは水銀の湖。1989年。これはフォーミュラ1の深淵に飲まれた男の記録でございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回は長谷川製、ザクスピード GK891 を製作しましょう。久々の24分の1スケールフォーミュラキット。そしてフォーミュラの歴史において名を残すマシン。そんな数奇な運命を形にしたキットがお求めやすいお値段。開封すればまさかのひとまとめ梱包。まあ特に文句はないのですが、なんかあれだ。ザクスピードの雑な雰囲気を感じる演出ということですね。塗り分けではなくデカールでカラーリングを再現できるようです。そしてこのウエストはタバコメーカーですよね。模型の世界でタバコブランドが純正デカールになっているのは珍しいです。長谷川様の説明書はかなり久々です。少し見るだけで工程の少なさを感じます。ざっくりですがカラー表記しているので見やすいですね。どこぞのメーカー様と違い余剰パーツがなく好感が持てますね。ガルグレーって何ですの？使い道なさそうなので買えません。おやおや、お久しぶりですモンザレットさん。以前何のキットに使ったかもうきれいさっぱり忘れてしまいました。所持している塗料で完結できそうなので楽なもんですね。かなりの忖度を感じさせる内容の解説。このマシンをここまで綺麗に表現した解説は世界に唯一かもしれません。ランナーが梱包状態ではまるで部品数の感覚が不明。とりあえず製作スタートでございます。手に取るすべてのパーツが二回りほど小さく感じます。なぜ長谷川様は24分の1を貫き通すのでしょうか。小さすぎて余計に難易度が上がってるんですよね。アーム類の細さが尋常ではなく、カットするときに糸もたやすく折れてしまいますね。キットの初販売いつなのか、もしかしたらこのマシンが登場した1989年に販売されたのでしょうか。この超マニアックなマシンをキット化した長谷川様、本当に素晴らしいマシンを選んでくださいました。裏打ちするパーツはたったこれだけ。色の選別は適当なので、似た色だと同じ色に塗ったりして楽させていただいてございます。糸のように細いアーム類がひしめくパーツ群。これはカットするのも気を使いそうですね。精緻に切り出された黒光りのシャシー。その硬質な輪郭が存在感を際立たせます。ただ走る屍のように遅いんですけどね。サスペンションロッドが折れてました。ランナーごとに梱包してないので、押されたり引っかかったりで折れちゃうんですよね。結構テンションかかって折れたようで癖がついてますね。まあ無理やりひん曲げて接着すれば大丈夫でしょう。毛糸がとんでもなく目立つ場所にあるので処理が大変。こういうところが難易度を上げてしまう原因。縦に二分割のノーズにもゲートが立ちふさがります。合わせ目消しだけでも面倒なのにこういうゲート処理は嫌になりますね。絶妙に小さいスケール。表面をヤスリかけした円錐状のノーズは指から滑り落ちイライラマックスでございます。タミヤ様の流し込みセメントを使います。モンドを無用にドバドバ垂らしてむぎゅっと押さえつけます。微妙なズレを防止するためにコックピットに沿わせてみました。
私はゲート処理にヤスリを使うことは少ないのですが、今回のキットでは嫌がらせのように目立つ箇所にゲートがあります。できるだけこういう作業をしなくてよいプラモが楽でいいですよね。やすった粉と手のカサカサが相まってパーツを落としがち。雨上がりの蒸し暑さがみなぎる夕時に参道を徘徊。20年間ほぼ毎日稼働しているスーパーカブ。かさつくエンジンのノイズが谷間に柔らかく反響します。インダクションポットの先端には特徴的なインテーク。ここも分目消しが必要。設計ミスで変な穴が開いてると思ったらこういう形状みたいです。デザインナイフ突っ込んでグリグリしてたら綺麗に仕上がりました。適当に作業している時に限って最高のクオリティを発揮するんですよね。真剣にやるとやたらとミスを連発する不思議。ヘッドレストはまた厄介な形状してますね。これの隙間を埋めるのは流し込み接着剤ではきついかもしれませんね。一度乾燥させてから二度目の流し込みを実行。なるほどなるほど。こういう特徴的な形は模型映えするので好きですよ。アーム類にもゲート処理が必要です。しかもか細いのでワンミスで折ってしまう可能性がございます。ヤスリ ASMR。ごく限られた方々の脳に突き刺さる魅惑のサウンドでございます。インダクションポットの合わせ目消しもうまくいきました。フロントウィングの組み立ては手間取るかと思ったのですが、奇跡的に精度が良くてすんなり噛み合いました。リアウィングも同様に修正することなく進めることができました。24分の1フォーミュラキットは癖の塊のようなものが多いですが、このザクスピードは長谷川様がかなり調整してくださったようです。破損していたサスペンションロッドを補修。歪んだアームは無理やりひん曲げて、折れたロッドは接着剤で無理やりくっつけました。下準備が終わり一度手を止める瞬間、心の波紋だけが広がっていきます。整った景色の先に未来の輪郭がかすかに浮かびます。金色にきらめく細身の精密な道具。指先のわずかな動作で空気と色彩が混じり合い、世界にまだない光と影が生まれます。クレオスのハンドピース。言葉を持たない詩人は、色の粒子で夢の輪郭を描き出します。少し標高と湿度が上がり、轍の歩行日をなぞるように、細いタイヤは土と小石を踏みしめ進みます。タミヤ様のフラットブラックでカウルラを塗装。これによりカウルの透過率は0を指します。そして何より質量が変化したかのように重厚。なんだかスペースシャトルみたいですね。低く構えた形状のサイドポンツーン。1989年のフォーミュラ1の中でもシンプルな形状。霧のように舞った塗料。わずかに鼻をつく薄め液を使用して拭き取ります。スーッと塗料が溶け、まるで何もなかったかのように消えていきます。
メインカラーとなるホワイトにはアルティメットホワイト。品薄状態の時にまとめ買いしましたが、今ならどこでも売ってる普通の塗料です。希釈にはプロユースシンナー。幾度も失敗と成功を繰り返したモデラーだけが知る、ひそやかな信頼の拠り所でございます。フォーミュラキットにありがちな断熱材の塗装。複雑な塗り分けに見えますが平面に近いのでマスキングは楽です。慣れたものでこのくらいあっという間でございます。8気筒分のファンネルをちまちまと爪楊枝で塗装。深夜だろうが早朝だろうが作業は続きます。キャリパーなんて説明書の指示を水に塗装。好きに塗るのがプラモの本質。ヤマハエンジンの絶叫を奏でるエキゾーストパイプ。スーパークロームシルバーで塗って輝かせました。焼き色を再現するためのクリアブルーとクリアオレンジ。この量があれば数十年は使えますね。スプリングも爪楊枝で塗装。ここも色なんて適当なのでピンクでも問題ございません。ここまでやって本日の作業終了。朝食済ませて仕事行きましょう。帰宅してカメラが充電されていない事案が発生。原因はマイクロ USB のタイプ B。端子の黒歴史とも言える最悪の形状。捨てちまえよこんな端子。あぐり様に代弁していただきたい名言でございます。この時代のソニーのカメラはこの最悪の端子を採用しています。ここさえタイプ C ならと時代を恨みます。夜中に Amazon で注文したら早朝の5時に届く驚異の流通網。どんな働き方してるんでしょうか。あと10年くらいはこのカメラに頑張ってもらいます。完全密封されたデカールは最高のコンディション。ホワイト部分はデカールで用意されています。今回は塗装で仕上げます。塗り分けラインを書き込んでみましょう。デカールをコピーしてマスキング位置を確認。単純なカラーリングなのでマスキングも楽な部類です。赤と白に塗り分けた後に、境界線にゴールドのラインでカールを貼ります。なのである程度の自由度が効くので神経質にならなくても大丈夫。かなりいい感じにラインが描けました。リアまで続くラインもこれで問題ないはず。タミヤ様の曲線用マスキングテープでラインをトレースします。曲線限界ギリギリなのでよくこすって貼り付けましょう。リアに伸びるラインも微妙な曲線を描いています。テープが重なった箇所があるとても不細工な施工。長すぎるテープを嫌って途中でつなげましたが、良くない想像しか湧き出てきませんね。
狭い箇所は小さく刻んだマスキングテープを貼ります。これが一番安全で確実な方法。貼り終えた頃には家族も寝静まり、私も次第にまぶたの重さを感じるようになってきました。本日の作業はこれにてお開きとさせていただきます。どうぞ続きはまた良きお時間に。空は薄汚れた雪のようにどんよりとした色彩。遠く霞む街が見渡せる場所にたどり着いた頃、沈んだ私の心はほんの少し晴れやかになりました。翌日の炎天下の現場作業から帰宅。睡眠不足と相まってドーパミンが爆発してございます。テンション保てるうちに赤を塗っておきましょう。使用するのは指示通りのモンザレット。以前何のキットか覚えてませんが使ったことありましたね。モンザって何ですか？モンツァじゃないんですか？モンザ。確かこの赤って希釈を薄めにした方が良かった気がします。で、ベリングシンナーを1対2で混ぜ混ぜ。塗る前にハンドピースの動作に違和感を感じたので清掃しちゃいます。金属の管の奥に残る色彩。手間のかかる作業に心は落ち着いているのを感じます。静かに流れる音楽。窓の外では夕暮れが少しずつ空の色を変えてゆきます。次の始まりのための清掃。すべての部品が吹き上げられ、元に戻されたとき、ハンドピースは再び無言の凛々しさを取り戻します。道具たちの気配と、確かに過ぎた時間だけが次の一手につながります。塗料を買いに行くと案の定予定にない塗料まで買う始末。バンダイ様の30ミニッツシスターズの専用カラーがあったので大人買い。そのうち作ろうと思います。気が向いたら作ります。モンザレットが灼熱直射日光のおかげで速乾しました。思ったよりも艶が出ました。ハンドピースの清掃が功を奏したのでしょうか。夜更けの作業に静寂が満ちています。時計のチクタクだけが時間の粒を一つずつこぼしてゆき、薄黄色のマスキングテープを剥がすだけの思考の時、塗膜の上に一片ずつ貼り重ねた火が、そっと解かれていく瞬間でございました。不名誉をあまねく知らしめた配色、想像以上に美しく仕上がりました。かと思ったらやはりマスキングを重ねた箇所は滲んでいました。先にクリアを吹いて毛細管現象を食い止めたら違う結果だったかもしれませんね。こすったり削ったりして修正しておきます。しばらく見ないうちに大きくなったゴミ。マスキングボール。地球の質量は 5.972×1024 の24乗。万有引力定数と地震重力定数からマスキンボールが地球の質量を追い越すとき、このゴミの塊が重力の中心となり、弓道説という新たな真理にたどり着くのでございます。わけのわからないことを口走っているうちにデカールまで来ました。長谷川様のデカールは丈夫なのに薄いイメージ。結構楽観的に構えてございます。まずは塗り分け境界線に貼るゴールドのライン。こういう難易度高いのを先に貼るのがおすすめ。
後回しにすると失敗した時に修正が難しくなりますよ。リアカウルにまたがる箇所はあらかじめカットしました。ゴールドのラインが重なる箇所はかなり目立つので慎重に。リアカウルのアームが通るくぼみが少々厄介。ヤマハ製 OX88 エンジン。ヤマハの F1 参入第1号プロジェクトであり、同時に最初の顧客がザクスピードでした。V 型8気筒の 3497cc、出力はおよそ580馬力。非力で重く信頼性も低いものでした。そして F1 が急速にハイテク化していた時代への対応不足。ヤマハ F1 エンジン開発史の黒歴史とも呼ばれる一機となりました。その黒ぬこはかつて魔女に仕える美しき四足獣。漆黒の毛並みは月の光すら飲み込むほどに艶やかで、瞳は星々の記憶をたたえる金色。数千年の歴史を伝承し、その優雅なる振る舞いに闇の雫の名を称されました。ですが令和の日本、真夏の室温35度。木造家屋の床にてその伝説は音を立てて崩れます。ふてぶてしくごろん。高貴なる毛皮はもはやサウナスーツ。伸びきった姿はまるでアザラシでございます。ズゴ。いたたたた。どうやら暑さでイライラしているようですね。続きましてなぜかタバコ規制から逃れているデカールを貼ってみましょう。曲線にも追従し強度もございます。かなり貼りやすいデカールなので作業は順調そのもの。慶応株式会社。レンタルやゲーム販売を業種としています。もともとは株式会社エスポコミュニケーションズ。1980年代から90年代初頭にかけて鈴木あぐりをスポンサーしていたそうです。イーストは1980年代から販売していたタバコの銘柄。人気を博しましたが現在は廃盤となっております。このキットにはウエストのデカールも同封されており、実写はウエストのロゴを使う写真が多く検索結果として見られました。これがタバコ規制から逃れる手法なのかなと裏読みしちゃいますね。ヤマハは1989年の F1 に初参戦。ザクスピードとの組み合わせは前線予備予選落ち。それでも挑戦を続け、90年代にはブラバムやティレルへエンジン供給。最高位はティレル時代の2位を獲得。最後は1997年に撤退するも、F1 の技術史に名を残した挑戦者でした。フォンドメタルは1972年に設立されたイタリアのホイールメーカー。モータースポーツと技術開発の場を求めフォーミュラの世界に進出しました。ザクスピードとの関係終了後、フォンドメタルフォーミュラ1を設立。しかし財政難もあって1992年限りで撤退することとなりました。ソナックスは1950年に創業されたドイツの自動車ケア製品販売業。F1 や DTM で多数のスポンサー活動を行ってきました。そして鈴木あぐり。当時 F3000 などで実績を積み、日本国内ではトップドライバーとして知られていました。ヤマハ側が日本人ドライバー起用を条件に提示したことが決定打となり、ザクスピードはそれを了承し苦難のデビューを果たします。基本設計が古く未成熟な車体。非力で信頼性にも欠けるエンジン。
全16戦中すべて予備予選落ち。これは長い F1 史上唯一の記録として残ることになりました。この年を最後にザクスピード自体も資金難と技術的限界で F1 から撤退。結果としてアグリも解雇ではなく F1 活動の場を失うこととなります。しかしアグリはフランスのラルースから F1 に参戦。日本人初の表彰台を獲得し歴史を刻んだのでございます。東芝と鈴木アグリといえばダイナブックの CM。CPU286 を搭載し現代のスマホの数十万分の1の性能。わかりやすく例えると冷蔵庫の温度センサーに使われるレベルでございます。それでも当時はオフィスコンピュータや小規模サーバーにも使われていました。当時の最先端をモノクロ画面のノート PC に搭載した革命的な存在でした。ピレリは1872年にイタリアのミラノで創業されたタイヤメーカー。ピレリは当時、予選スペシャルと呼ばれる超ソフトコンパウンドタイヤを提供しており、小規模チームから予選通過の切り札として信頼を得ていました。しかし決勝では耐久性が低く完走が難しいケースが多発。1992年に一度 F1 から姿を消しますが、2011年からワンメイクタイヤ供給者として復帰することになりました。仕事に追われ、こわばっていた心の筋がふと緩む瞬間。風の匂い、ガサツでのんびりとした排気音、そして雨雲に包まれた色彩。どこか懐かしい安堵感が道の先へと優しく招いてくれました。今日も無言で走り続ける時間を大切にします。帰宅すればデカールも乾燥しており、いつものクリアはガヤノーツ様に任せます。炎天下に丸一日放置すれば完全降下でございます。塗膜が硬質化する EX クリア。とても美しく、後にマスキングを貼る場合でも事故率を減らすことができます。塗膜が整っていたので研ぎ出しは6000番からのスタート。突起物が少ない形状なので磨きやすいです。8000番で急激な睡魔が襲ってきました。どこまで磨いたのかわからなくなる事案が多発。睡眠は大切ですね。なんだかんだで1万番まで磨き終えました。最後の仕上げにセラミックコンパウンド。最近はケチらずにドバドバ使うようにしています。決して指先に力を入れないように、布と指を添える程度が一番綺麗に輝きます。そういえば今日は七夕でございました。織姫は実際の星でベガになります。彦星はアルタイル。こいつらがどれだけ離れて暮らしているかというと、約15光年ほどの距離。こいつらの超長距離恋愛を祝う謎のイベント。どう考えてもロマンティックを通り越して迷惑系ですよね。短冊には、週休5日制になりますように、と本音を書いておきました。チョコミント委員の嫁がアイスクリームを買ってきてくれました。廉価版のアクトアイスではないものを選ぶとはさすがでございます。
しかしこれはもしかすると非党員に対する罠かもしれません。引き続き警戒を怠らないように監視の目を強化しようと思います。もしかするとあなたのそばにもチョコミン党員が潜んでいるかもしれませんよ。裏打ちの補修はクリア後にするのがおすすめ。はみ出してもエナメルで拭き取れますからね。アーム取り付け穴の拡張をすっかり忘れていました。細い棒やすりでグリグリ。カーモデルにはとても役立つ工具なのでぜひ揃えてください。塗装の厚みが原因なのかかなり力強く押し込みます。恐ろしく細いので折らないように慎重に。爪にはめ込むのもヒヤヒヤしますね。反対側は全くはまる気配がなかったので拡張。こうやって見るとよくこのアームでタイヤを支える強度があるのだと驚愕します。コックピットはとてもシンプルな装備。シートベルトすら付属してない硬派なのかけ散っているのかわからない仕様。シャシーとモノコックが組み合うと一気に完成の気配が漂います。ザクスピードから離れたヤマハは後に V12 エンジンを開発。ブラバム BT59 に搭載されます。そして1997年にはジャットと共同開発の V10 となり、デイモンヒルのドライブにより2位を獲得。これがヤマハにとって最後のフォーミュラ1の舞台になるのでございます。気がつけば深夜の2時。聞こえてくるのはカエルさんと虫の声だけ。今夜は片付けてたまには早めに寝ましょう。いつものフォーミュラキットに比べてタイヤも小さいので違和感すごいです。アーム類が貧弱なので軸受けキャップには必ず切り込みを入れます。ブレーキシステムも小さくて F1 を作っているという感覚が薄れます。ほんのりと焼き色をつけたエキゾーストパイプ。貧困を極めたチームにもこのくらいのおしゃれさは欲しいですよね。歴史的にネタ扱いされるエンジンですが、そういう存在をキット化して形となって飾れるありがたさ。不名誉なマシンこそ後に光を浴び語り継がれるのでございます。フロントウィングのフィッティングが心配でしたが、塗装後でも問題なく差し込むことができました。ホイールナットは左右で色が違うことを塗ってから知りました。まあこんなとこ浮きがつくのはザクスピードマニアくらいでしょう。2000年くらいに購入してずっと乗っている自転車。最近ワイヤーやシフト系もオーバーホールして絶好調でございます。徹夜明けの空。どこまでも青い空が広がっていました。ただそれだけで胸の奥に風が吹き込んだ気がします。燃料が生み出す速度ではなく、筋肉と石が7気圧の細いタイヤに伝わり路面を蹴ります。
遠くの山も今日は少しだけ近く感じます。ピレリのタイヤマーク。カーモデルであまり扱ったことがないので新鮮ですね。転写式のタイヤマークはかなり癖のある工程。初めての方はおそらく説明書を見てもわからないと思います。そもそもカーモデル以外にこの方式を使っているプラモデルってあるのでしょうか。ようこそお越しくださいました。それは静かなる決意の言葉。1989年、鈴木あぐり。ザクスピードからの出走。F1 の最も過酷な舞台。その年の風は冷たく、そして途方もなく残酷でした。重いマシンは信頼性に欠け、予備予選の壁はあまりにも高い。フォーミュラ1の世界はそんなに甘くはない。誰よりも知っている言葉。毎週木曜は眠りの浅い夜を経て、金曜の朝に予備予選を迎える。通過しなければその週末は終わり。時間を横断するような気持ちで彼はピットを歩く。1分24秒の壁。マシンの限界。己の限界。そして世界の冷酷さ。空転するタイヤ。壊れるギアボックス。笑うことの許されぬタイミングモニター。それでも彼は信じる者のために戦います。プライドのため。栄光のため。うるさいマスコミを黙らせるため。灼熱にも解けない信念。お前、今、手を抜いてたよな。心のどこかで自分を叱る声が聞こえる。手を抜いてはいない。ただそう見えてしまうほどに結果が出ない。この小さな一撃が世界を変えます。そんなことは夢物語だと思っていた。けれどそれでも彼は続けます。何百回だって何千回だって。綱渡りのような人生。次は笑えるだろうか。明日の今頃は泣かなくてもいいだろうか。あなたは日本人として前例なき孤独な場所に立たされたドライバー。ですがあなたは逃げませんでしたね。根をつけることができない悔しさを抱えて。そして1990年、あなたは数百日後に絶えぬ歓声と喝采を浴びることになります。その瞬間、世界は確かに変わりゆくのでございます。ザクスピード GK891 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。